俺の名前は渋谷優里。年齢15。平凡な容姿で平凡な頭脳のごく普通の高校1年生。ついこないだまではそう思ってた。全ては中学時代の同級生メガネ君こと村田健をヤンキーから助けようとしたことから始まった。逆に因縁つけられて、あろうことか水洗トイレに流されて。ところがなんとその先は異世界につながっていた。さらにたどり着いた世界で告げられた驚天動地の事実。なんと俺は魔王だったのです。こんなことってあるか？今までずっと自分は平凡な人間だと思って生きてきたのに、俺よかずっと強くて賢くて魔術なんかも使えちゃう美形の皆様に囲まれて、今日からあなたが魔王ですだなんて。だけど俺は約束した。魔族が暮らすこの神魔国を守ると約束したんだ。もちろん不安じゃないと言えば嘘になる。なんたって異世界、文化も風習もわからないことだらけだ。でもきっとやり遂げてみせるよ。だって俺には頼りになるみんながついてるからね。変わってたり不愛想だったりするけど、いつだって俺のことを大事にしてくれる、そんな仲間が。いい天気だな。こんな日は気分もいいっつうかなんつうか。なんか聞こえる。あ、そういや祭りがあるとか言ってたな。その音か？いつから始まるんだろう。では今日の公務はこれにて終了でございます。あれ、そうなんだ。ずいぶん少なくね？それはもう陛下が日頃熱意を持って公務に取り組んでくださるおかげです。私感激のあまり涙で前がいえ、ですから今日はこれでおしまいにいたしましょう。たまにはゆっくり休まれてはいかがですか？たまにはそれもありかもな。いつも何かと忙しいし。あれ、そうだギュンタ、これって祭りの音？ああ、さようでございます。だいぶ賑わってまいりましたね。祭りか。ああ、そうでした陛下。何？そういえば先ほど夜ザックを見かけたのですが、何やら陛下をお探ししていた様子でしたよ。何でも晩餐会のことらしいのですが。晩餐会って確かコンラッドが準備してるやつだっけ？外国からも客が来るとかいう。はい、国交のあるカバルケードなどからも賓客をお招きしています。あれ、でもその晩餐会って俺は出なくていいの？お偉いさんとか来るんだろ？ほんの内輪の催しですから、陛下がお出ましになる必要はございません。お気になさらず。失礼します。夜ザックと。あれ、コンラッド。夜ザックを探しているのですか？ここには来ていませんよ。ああ、申し訳ない。てっきり邪魔をしてすみません、陛下。どうかしたのか、コンラッド？何でもありませんよ。それより手にインクがついてる。服につけないよう気をつけて。マジ？あ、ほんとだ。あ、陛下、手をお貸しください。ガルラド製のインクはヒエロククリフで落とすのが一番ね。それじゃお邪魔しました。さあ、これで綺麗になりました。ところで陛下、本日はいかがいたしますか？もしお時間があるようでしたら、私城下など案内いたしましょうか。城下？はい、考えてみれば陛下がこちらへいらして随分経ちますが、きちんと街をご案内したことがありませんでしたので。悪いギュンタ、今日の仕事ってもう終わりなんだよな。俺ちょっと出てくるわ。あ、さすがです陛下。受け流しもさらりと爽やかに。いってらっしゃいませ。
ここだよな。コンラッド、いる？ユリ。よーす、陛下。あれ？ヨザック、見つかったんだ。まあ。それをわざわざ確かめに来てくださったんですか？なあ、俺ってそんなに頼りないかな。陛下。分かってるんだ。俺のためだろ、何も言わないの。でもだったらなおさら甘やかさないでくれよ。でないと俺いつまでもみんなに頼りっぱなしのままだからさ。あなたに隠し事はできないようだ。だから言ってんだろ。坊ちゃんはお前が思うほどやわじゃねえって。わかってる。ユリ、そういうわけじゃないんだ。これは俺のわがままだから。でも余計な心配をさせてすまない。なんかヤバいこと？また何か起こってるのか？少し。でもそうだな、ヨザク。はいよ。それじゃあ陛下、ここだけの話ってやつですけどね。実はね、最近新魔国じゃ若い魔族が行方不明になる事件がたびたび起きてるんですよ。魔族が行方不明に？まさか誘拐とか？ご名答。いや、素晴らしい洞察力だね。え、本当なの？ヨザ、戯れが過ぎる。分かってる分かってる。その通りです、陛下。若くて見目のいい魔族ばかりを狙った誘拐事件。それも組織的なね。俺たちは今そいつを追ってるんです。人間で組織された誘拐団を。人間が魔族をさらってるだって。さらわれた魔族はどうなる？どこに連れて行かれるんだ？それは今のところなんとも。だが身代金の要求はないし、何より綺麗なのばっか選んで拉致ってんだ。売買目的じゃないですかね。売買？そう、金持ち連中に愛玩品としてね。だとするとある意味手荒な扱いは受けていないといいんだけど。なんだよそれ。そんなの許されるのか？まるっきり犯罪じゃん。もちろん許してませんよ。さっさととっ捕まえようと奮闘中です。だがこいつらなかなか狡猾でしてね、どうにも尻尾を出さない。それがようやく運が回ってきたみたいで、有力な情報をつかんだんです。奴らが今夜の晩餐会に目をつけたってね。晩餐会に？なんで？そうやって獲物を物色するのが奴らの手口なんですよ。今夜の晩餐会には各地から偉い貴族やなんかを来賓として招いてますんで、格好の餌場ってことなんでしょう。俺たちとしてはこれを利用して一気に連中を片付けたい。そのための策を隊長と練ってたわけです。そうだったのか。なあ、それ俺にもできることはないか？ユリ。言ってくれると思った。さすが陛下は正義に生きるお方だ。ヨザック、陛下は相手がどれだけ危険かまだご存知じゃないんだ。その危険な奴らが子供を狙ってるんだろ。そんなことして黙ってなんてられないよ。教えてくれ。俺にできることはあるんだな。もちろんです。っていうか陛下が手伝ってくださるのが一番だ。奴らは目が高いからね。俺がいればその誘拐団を捕まえることができるのか？その確率は格段に高くなる。どうだい陛下、民のために体張る度胸はありますか？やるよ。それで何をすればいいんだ？嬉しいね。陛下がいれば100人力だ。ユリ、どうして？だって放ってなんておけねえよ。この国で誘拐？貴族に売っ払うだって？犬や猫じゃあるまいし。いや、犬や猫だって責任を果たせるいい飼い主に引き取られる権利くらいあるんだぜ。それをなんだ誘拐って。絶対そんなのやめさせてやる。みんなが普通に笑って暮らせるようにする。それが
王様ってもんだろ。違うかコンラッド。いや、違わないよユーリ。でも一つだけ約束してください。決して無茶をしないで。何が起こるかわからないんだ。オッケー。無茶はしない。勝手に動かない。サインに首を横には振らない。それだけ危険な相手なんだろ。ええ、油断ができません。よし、それじゃ作戦会議といきますかね。陛下、一つを覚えておいてください。今回の作戦は決して大々的なものじゃありません。関わるのは俺とコンラッド、それに直属の部下たちだけです。大人数にすると逆に奴らに感づかれる危険が大きいからね。だから陛下も他言は無用ですよ。このことはうちのグエンダル閣下も知らないんだ。そうか。確かにギュンターも知らないみたいだったもんな。分かった。秘密にする。いいよ返事。それじゃあ陛下、自分の役割をしっかり飲み込んでくださいよ。ま、陛下なら平気か。素でも十分可愛いからね。え？可愛いっていうか俺、そもそも何すんの？陛下にはズバリ、おとりになってもらいます。おとり？俺が？そう言ったでしょ。誘拐団が狙うのは100歳未満の裏若く美しい男女だって。陛下と来たら超美しく超可愛らしく、おまけに可憐でいらっしゃるからね。これ以上奴らを引きつける餌はないって話ですよ、ほんと。というわけで晩餐会に出席して面食いの誘拐団の連中をおびき出してほしいってわけです。お分かり？できるかな、俺みたいな野球小僧に。それは絶対大丈夫。元がいい上、このグリエちゃんが手取り足取り教えてあげるわよん。ってなんでいきなり女言葉？まあ話は分かった。とにかくおとりになって誘拐団をおびき寄せろと。そうそう、バッチリ基礎からお化粧いくわよーん。陛下肌の張りがいいからノリが良さそう。ん？化粧？衣装はどんなのにする？やっぱりフリフリのひらひら？それとも背中開きのと戦場的なのにする？衣装？コンラッド、ヨザクは何言ってるんだ？ええ、実はですね、今夜の晩餐会は男女ペアになって出席というのが義務なんですよ。地球でも欧米なんかに多いですよね。で、陛下にはその女性役の方をやっていただきたいとヨザックは言っているわけでして。断る！なんで俺が女装なんか。傷ついちゃうな。それに確実に奴らを引きつけるってんならやっぱり女の子でないと。綺麗な男女が狙われるとは言いましたけどね、やっぱりあいつら女の方を多く選んでるんです。そっちの方がさらいやすいんだろうね。まあどうしてもってんなら強要はしませんけど、その場合陛下をおとりに晩餐会ってのはなしになるかな。なんで？俺が男のままで他の女の子と組むってんじゃダメなのか？それが急な話だったから女の子の用意はできてなくてね。素人じゃ万が一の時危ないし。それは確かに。じゃあやっぱ俺が女になるしかないってわけか。でもやっぱ女装ってのはな。悪いけど。じゃあしょうがない。最初の予定通り俺がやるわ。だが本当に大丈夫なのか？今までの例から考えてお前みたいなのを狙うとは考えにくい。今からでも他の女性を。女？そう、陛下も見たことおありでしょ。グリエの完璧な女装姿。つまりヨザクが女装してコンラッドと組になって誘拐団をおびき寄せるつもりなのか？
その通りです、陛下。どう陛下、お似合いの長身美男美女カップルだと思わない？ごめん、グリエちゃんには悪いけど、やっぱちょっと無理がある気がする。あはは、そうだよね。やっぱいいわ陛下って。ヨザック。まあ俺もいくら女装がお手の物とは言っても、ちょっと今回は奴らの好みじゃないかなとは思ってたんですよ。なんでやっぱ陛下にお願いしたいとこなんだけど、どうすかね。やっぱ変わって。俺が？それにやっぱ隊長もグリエより陛下を連れ歩く方が嬉しいと思うし。ヨザック、陛下におかしなことを吹き込むな。はいはい、そういうことにしときますよ。で、どうです？陛下がコンラッドと組んでくれりゃ、俺はまた別の動きができる。そっちの方がありがたいんですけどね。そうだな。仕方ない。分かったよ。いいんですか？だってその方が奴らを捕まえられる確率が上がるんだろ。ならしょうがないさ。よし、それじゃあ名前は何にします？名前？渋谷有利ってわけにはいかないでしょう。陛下が化けてるってことは周りには隠しとかなきゃならないんですから。それもそうか。源氏名ね。コンラッド、何かある？そうですね。ではジェニファーは？ジェニファー？それなんかどこかで聞き覚えが。尊敬すべき女性の名前です。今でも感謝しています。じゃあそれでいくか。覚えやすいし。よし、それじゃあジェニファーちゃん、早速支度に取り掛かってもらいましょうかね。支度？そう、いろいろありますよ。衣装合わせに靴合わせ、装飾類も決めないとね。けどなんといっても忘れちゃいけないのがマナー？いや、それもまあ必要だけど、なんといっても覚えなきゃなんないのは舞踏ですよ、陛下。舞踏？ダンスのことです、ユーリ。晩餐会にはつきものですから。ダンス？けど俺あんま得意じゃないんだけど。だったらなおさら覚えてもらわなきゃ。隊長に教わるといい、お手の物だから。じゃあよろしく頼みますよ、陛下。俺は他に準備しなきゃなんないんで。そんじゃ。ユーリ、繰り返し言いますが、決して無理はしないでください。分かってる。大丈夫だって。万が一あなたの身に危険が及ぶ気配があれば、その時は計画は中止する。ヨザックが何と言おうと俺の言うことを聞いていいですね。それも分かったよ。コンラッドの言う通りにする。でもそうならない限りは全力で作戦に当たってくれ。俺だって子供じゃないんだ。知ってるだろ、普段鍛えてるの。ええ、頼りにしてますよ。それじゃ練習に入ろう。まずはドレスを選ばないとな。ドレス？うっへえ、女の人ってこんなに色々着込んでるの？あら、これくらい序の口ですわ。おしゃれするって本当に大変なんだな。ご安心ください。陛下なら城中の殿方の目を釘付けにすること間違いなしです。あー、楽しみ。こんな大役を任されるなんて、私なんて幸運なのかしら。はいはい、いいよ。陛下、ドレスを持ってきましたよ。それ気に入りませんか？あなたに似合いそうなのを選んできたんだけどな。似合いそうってなんかひらひらふわふわしてるんですけど。させられませんでした？小さい頃お母上に。なんで知ってんだよって。うわ、そうだった。見守られてたんだった、この名付け親に。なあコンラッド、あとどれだけ俺の恥ずかしいこと知ってんの？まさか残念ながら
大して知りませんよ。赤ん坊の頃の蒙古藩の1くらいしか。うわ、そんなことまで？もう俺、一生あんたに逆らえない気がする。それじゃ陛下、まずはドレスを選んでいただきましょうか。ああ、胸は詰め物をするから心配しないで。詰め物までするんですか？ああ、もうどれでもいいよ。じゃあこれにしよう。ドリア、靴を合わせて。はい、コンラート様。うわ、それなんか一段と可愛いんですけど、しかも何その防具みたいなの。ああ、コルセットは緩めでいい。慣れないと窒息するから。承知いたしました。それでは陛下、失礼します。どうぞこちらへ。コンラート、助けて。はい、いってらっしゃい。きっと彼女なら綺麗にしてくれますよ。お任せください、コンラート様。腕の見せ所ですわ。期待しているよ。うわはい、出来上がりです。いかがでしょうか？おや、本当に貴婦人が出てきましたね。実にお美しいですよ、陛下。嬉しくないんだけど。せっかくこんなにお綺麗なのに、みんなにも見せてあげたいくらい。さっきも言ったが、このことは他言無用で頼むよ。陛下、どうですか、女性の格好は。なんかすごい着心地悪いんだけど。慣れですね。他に不快なところは？足元がスースーする。ガニ股はやめてくださいね。くるぶしが触れるのを意識してつま先まで優雅に。それじゃあ次のステップに行きましょうか。一旦それ脱いでいいですよ。もういいの？けど次のステップって。ダンスの練習ですよ。転んで破れたりしたら大変だから。まずは普段着で。大丈夫ですか？うん。はい、手を出して。こっち？そう、そのまま右足も出して。うわ！大丈夫ですか？ごめん、すげえ慣れない体勢だったもんだから。最初はみんなそうです。俺がリードしますから、足が痛くなったりペースが速かったり、無理そうなら言ってください。わかった。右足、左足、右足、左。うわ、ごめん。構いませんよ。さ、気にしないで続けて。右足、左足、ごめん。これくらい平気ですって。俺、本番までにちゃんと踊れるようになるのかな。まだ時間はあるんですから、ゆっくりやれば大丈夫。そうですね。野球と同じです。野球？そうです。キャッチャーがリードしてピッチャーがそれに応える。必要なのは信頼感、それに呼吸を合わせることです。信頼感と呼吸か。そう。ユーリは俺を信頼してくれていますか？してるよ。当たり前じゃん。なら安心だ。俺の動きは全てあなたをリードするためのもの。それさえ信じてくれれば何も問題はない。そっか。やってみましょう。さっきの続きから。右足を引いてターンを一つ。右足を引いてターンを一つ。あ、さっきより少し動きやすい気がする。いい感じです、陛下。陛下って呼ぶなよ、名付け親。失礼しました、ユーリ。さあ、次のステップに行きましょうか。このくらいでいいでしょう。ああ、疲れた。だいぶ踊れるようになりましたね。飲み込みが早くて助かりました。さすがは運動部。まあな、元運動部だけど。ユーリ、足は大丈夫ですか？ちょっと痛い。普段使わない筋肉を使いますからね。後でマッサージしましょう。念のため靴にも痛くないような工夫をしておきますよ。ごめん、
よろしく頼むよ。はい。それでは少し休憩しましょうか。疲れを取っておかないと本番でへばりますからね。やべ、俺うたた寝してたのか。今何時だ？はい。陛下、失礼しますよ。あ、ヨザック。よかったわ、いらっしゃって。てっきり裸足で逃げ出されたかと思っちゃった。じゃなかった。グリエちゃんか。さすがにここまで来て逃げるわけにはいかねって。ちょっとうたた寝してただけだよ。練習きつかったみたいですからね。でも結構様になったって話ですよ。どうです？体の方は大丈夫ですか？ちょっと休んだからね。平気。いけるよ。そりゃよかった。それじゃあまたそこの可愛らしいドレス着て、済んだら俺が化粧してあげるから。ヨザックが？そう。隊長にと綺麗にしてやってくれって頼まれたんで。ふふ、グリエ腕が鳴るわ。いろいろ持ってきたのよ。それで、陛下のご希望はある？ほどほどにでお願いします。そうね、坊ちゃんはお肌が綺麗だもの。その美しさを生かした化粧がいいかも。大丈夫よ。グリエがと可愛くしてあげるから。それじゃあ陛下、まずは着替えだ。さっさと脱いだ。一人で脱げるってグリエちゃん、まだ？もうちょっと。まだ目開けちゃダメですよ。なんかまぶたがこそばゆいんだけど。口も動かさないの。よし。それじゃあ今度は口紅ね。軽く開けて。動かしちゃダメよ。さあ、いいか。はい、出来上がり。ほら、目を開けてごらんなさい。どうです？よかった。どんなのにされるかと思ったけど、あんま変わってないみたい。そう思うのは陛下だけよ。みんなが見たらびっくりしちゃうわよ。そう？まあ、なんか顔色がいい気はするけど、これじゃあ俺だってバレないかな。カツラかなんか被るの？いいえ、その髪の色を隠しちゃ意味がない。そのままでいきますよ。けど大丈夫。微妙な違いで印象なんて驚くほど変わるもんです。どこから見ても儚げで神秘的な美少女ですよ。何しろ元が陛下ですしね。相変わらずあんたたちのその美的センスがいまいちわかんないんだけど、まあいっか。おっと陛下、ちょっと待ってください。何？さすがに目の色は変えないとまずいでしょう。さあどうぞ。ああ、そうか。また色付きのコンタクトね。よし、どう？完璧ですよ。かわいい。さーて、あとは殿方のお迎えを待つばかりですね。一夜限りのお姫様を楽しんでらっしゃいな。なんか複雑。そうですか？これを機会に女装に目覚めるって手もありますけど。さすがにそれはないかな。あら残念。グリエ仲間ができるの楽しみなのに。お、ついに王子様が迎えに来たようですね。いってらっしゃい陛下。打ち合わせは済んでるから心から楽しんできてください。行ってくるよ。いよいよ会場か。ジェニファー。あ、そういやダンスのステップどっちからだったっけ？こう来てこう。違う、これターンする時のだ。ジェニファー、聞いてます？ああ、もうジェニファーさん呼んでますよってあれ、ユーリのことですよ。忘れちゃったんですか？コンラッド。そうだった。俺
ひょっとして緊張してる？大丈夫ですよ、陛下。すべて俺に任せて。いいですか？常に俺が一緒にいるようにしますけど、もし身の危険を感じるようなことがあったら大声を上げてください。どんな時でも。わかった。よかった。あなたの身の安全が一番なんです。覚えておいてください。さてと、そろそろ俺たちも入場のようです。軽く腕につかまって。こう？そうです。俺が歩調を合わせるので、陛下、いや、ジェニファーは自分のペースで歩いてください。行きますよ。うわー、ゴージャスだな。あまりキョロキョロしない方がいい。背筋を伸ばして余裕を見せて。おっと、あ、ユリ、コンラッド？痛いって。コンラッド、何してるんだ？レディ、お怪我は？ないない。その人よろけてぶつかっちゃっただけなんだ。私は何もしていません。腕が。すいません。これは失礼を。申し訳ありません。てっきり死角かと。四角って。確かにぶつかったのはこちらですが。すいません。ちょっと彼用心深くて。これは美しい。なるほど。嫉妬深くなるのも当然ですな。失礼しました。それではどうぞ仲良く。ごきげんよう。すいません。ちょっと気負いすぎてしまいました。いいって。でもコンラッドがそんなに張り詰めるなんて、本当に危ない集団なんだな。ええ。ですから陛下も十分気をつけて。さあ、行きましょう。はあ、それにしてもゴージャスなパーティーだよな。会場キラキラ、客もヒラヒラ。変わった服装の人もいるな。あれが海外からの来賓ってやつかな。やっぱ異文化交流は大切だよね。って一人こっち来るぞ。やべえ、俺英語わかんねえ。って英語じゃないけどわかんねえ。これは有利殿。おっと、今はジェニファー殿でしたね。失礼。ってピカリ君？いかにもお元気そうで何よりですな。うわ、出た。ご無沙汰いたしておりました。しかし実にお美しい。こう言っては失礼かもしれませんが、女装姿もなかなかのものですな。ありがとう。あれ、今日はベアトリスは？今回は国に待たせてあります。来たがっていましたが、急に熱を出してしまいましてね。そっか。お大事にって伝えてもらっていいかな？もちろん。あれも喜びます。あなたに大層懐いていますから。いや、そう言われると。って、あれ？ヒスクライフさん？俺が女装してること誰から？もちろんグリエ・ヨザック殿です。お聞きになっておりませんから。私もかの誘拐団を追っているのですよ。ヒスクライフさんも？って、やべえ、声が大きい。こちらなら誰にも聞こえませんでしょう。実は誘拐団はカバルケードを本拠に活動しているらしいのです。カバルケード？そうか。誘拐団は人間の組織だって。お恥ずかしい話です。我が国がそんな卑劣な輩の隠れ蓑にされているなど。ですから少しなりとも力になれればとヨザック殿と協力しているのですよ。そうだったのか。さすがヒスクライフさん、心強いよ。いいえ、ユーリ殿には及びません。そのようなお姿になってまで犯人検挙に乗り出すなど、実にあっぱれな心意気です。ですがくれぐれもご注意を。この誘拐団には神魔国の貴族が協力しているという噂もあります。なんだって？故に内情が筒抜けなのだと。ユーリ殿は大層目を引く、
もし会場内に敵が潜り込んでいるのであれば、すでに目をつけられているかもしれません。いいですね。用心なさってください。わかった。ヒスクライフさんも。私は心配ご無用。では幸運を。神魔国の魔族が同じ魔族の誘拐を。おお、これは何という。いや、失礼。あまりにお美しいので、つい声をかけずにはいられませんでした。ご婦人はどちらからいらっしゃったのですかな？シュトッフェル。その衣装は我が国の最新流行のものですな。着こなしも実に洗練されている。おお、ありがとうございます。声も美しい。小鳥のさえずりのようだ。お相手の男性が羨ましいですよ。どの辺が？お？いや、なんでもないです。高貴なご婦人にぶしつけなことをお許しください。ではご用はどうぞごゆるりと。まさか彼も来てたなんて。でもシュトッフェルも気づいてないところを見ると、俺の女装簡単に見破られる心配はなさそうだなと戻ってきた。飲み物と料理を持ってきました。何かありましたか？平気。料理か。美味しそうだな。軽いものを選んできたので無理せずどうぞ。少ししたら踊りに出ますが平気ですか？そっか、目立たないといけないからな。分かった、軽くにしとくよ。陛下、いや今はジェニファーという設定でしたね。とてもお上手ですよ。コツさえ掴んじゃえば結構いけるかも。それに相方のリードがうまいしな。ありがとうございます。お褒めに預かり光栄ですよ。どうかしましたか？なあコンラッド、踊ってる人少なくない？みんなあなたを見ているからですよ。とても美しい令嬢がいると噂になっていましたからね。そんな話になってんの？っていうか、いつどこで聞いたんだよ、その噂ってやつ。先ほどご婦人たちのそばを通った時にちらっと。あなたの黒髪は目立ちますから、特に人目を引くでしょう。ほら、あそこの女性が熱心に見ていますよ。うわ、そういうこと言うのやめろって。緊張しちゃうだろ。ところで足は大丈夫ですか？もう3曲も踊ってますけど、十分注目は集められましたしね。そろそろ休んでも構いませんよ。まだ大丈夫。もう一曲踊ってからにしよいいんですか？う。なんで？あなたをあまり独り占めすると誰かがとても怒りますからね。まさかボルフラムにも話してあるのか？女装のことなら答えはノーです。ですがきっとすぐに気がつくでしょう。黒髪なんてそうそう言いませんからね。なるほどね。それじゃあこれが終わったら休もう。わかりました。俺がエスコートしますから、そのままついてきてください。わかった。よく踊ったな。それではしばらくここで休んでいてください。俺はヨザックと少し話すことがありますので。もしも何かあったら俺じゃなくてもいい。近くにいる者を呼んでください。いいですね？大丈夫だって分かってるよ。それじゃ。コンラッドも結構心配性だったりするよな。そりゃあ守られてばっかりだけど、俺だって一応は男なわけだし。失礼。まあでももうちょっとって誰か何か言った？そこのあなたのことだ、ご婦人。はい？グエンダル。ずっと気になっていた。名前をお聞きしてもよろしいか？もしかして気づいてないのか？ってことはコンラッドも話してない？バレない方がいいのかな？ご婦人。ジェニファーと申します。ジェニファーか。いい名だ。グエンダルに褒められた。っていうか本当に気づいてないのか？ところで私と
踊っていただけないか。踊るってあんたと？ああ、少しでいいのだが。へえ、グエンダルも女性をダンスに誘ったりするんだ。わかった。いいよ。本当か？うん。感謝する。それではどうぞお手を。それで話って何？ああ、触れても構わないか？え、うん。ありがとう。何？今どうなってんの？グエンダルの手が首に？くすぐった。グエンダル？怖がらないでくれ。そんなこと言われても。もう少し近くで。何が起こって？コンラッド。グエンダル、何をしてる？こんなところに連れ出して。コンラード。そうか、お前の相手だったな。すまない。無礼を働くつもりはなかった。失礼する。何？どういうこと？ユーリ、いくらグエンダルの誘いだからってどうしてこんなところまでついてきたんです？その前に聞きたいんだけど、グエンダルは俺が女装してるってこと知ってるのか？いえ、今回の件はグエンダルにも伏せていますが、もしかしてバレたんですか？その逆。俺だって気づいてないみたいだ。普通にダンスも申し込まれちゃったし。ああ、それで様子が。しかしそうすると彼は何のためにこんなところへ？なんか触ってもいいかとか怖がるなとか言ってたけど。なんだって？何だったんだろうな、グエンダル。まさか女装したユーリに一目惚れをしたとか？うわ、やめてくれよ。そんなんじゃないって。冗談です。しかしややこしいことにならないためにも、作戦が終わったらグエンダルには後で説明した方がいいかもしれませんね。そうしてくれ。でもダンスを踊った相手が俺だなんて知ったらちょっとかわいそうかもな。そこはうまく言いましょう。とにかく無事でよかったです。戻りましょうか。うん、ありがとう。紳士淑女の皆様、大変お待たせいたしました。あれ、ヨザックだ。今度は男の礼装か。相変わらずの早変わりだな。それが売りですからね。それじゃそろそろ行きましょうか。ほんと、カゲロウお銀も真っ青だよ。ってどこに？ただいまよりご来場の皆様の中から素敵な舞踏を披露された一組を表彰したいと思います。俺たちはあれで表彰されることになってるんです。そうすればあなたを見る人も増えるでしょ。あれって要するに今日一番のベストカップル賞ってことだろ？本当にそんなんでいいのか？ちょっとした余興なので誰も気にしませんよ。それに周囲の目を集めていたのも事実ですからね。特に問題はないでしょう。ああ、なるほどね。ほんと手が込んでるな。納得していただけました？そろそろ発表ですね。舞台袖へ行きましょう。ご静粛に。審査は先ほど賓客の皆さんに投票形式でお願いし、こちらで集計させていただきました。それでは結果発表です。厳正なる審査により選び出されました本日のベストカップル賞は、べらぼうに素敵な殿方とご令嬢の略です。カップルは祝福を表す方言だったかな。ブラボーとかそういうもん。この2人に決定いたしました。うわ、本当だね。さあお二人とも壇上へどうぞ。それでは行きましょうか。ジェニファー嬢、エスコート失礼します。さあこちらへ。いやー、熱々なことで実に羨ましいですな。熱々ね。ユリ、
あまり緊張しないで笑顔できますか？あいやー、なんとも美しいご令嬢だ。そう思いませんか皆様。ご覧ください、この艶やかな黒髪。笑顔もとても愛らしい。なんかすっげえ恥ずかしい。あんま見てほしいもんじゃないな。そう、もうちょっと我慢したらそのうち見られるのが快感になってきちゃうわよ。それはない。だいたいこんなに目立っちゃってバレたらどうするんだよ。大丈夫、坊ちゃんの魅力にみんなメロメロよ。余計なことはいいから早く進めろ。はいはい。先ほどの舞踏のように息の合った二人三脚で素晴らしいお付き合いを続けていかれることを願っておりますよ。それではお二人の前途を祝して拍手をお願いいたします。どうも。ありがとうございました。それではお気をつけてどうぞ。やっと終わったか。でもこのかかとの高い靴とはまだお別れできそうにないな。疲れた。足がむくむってこういうことか。筋がパンパンだよ。足は大丈夫ですか？ああ、うん、大丈夫。まだいけるよ。もう少しの我慢ですからよろしくお願いします。俺はまた夜作と打ち合わせをしてこなきゃいけないんですが、陛下。大丈夫、ここにいるよ。少し休んでくつもりだったし。ですが誰か。いらないよ。走れるくらいの体力が残ってる。わかりました。すぐに戻ってくるつもりですが気をつけてください。何かあったら誰かを呼んで。うん、わかってる。坊ちゃん、ああ、こんなところにいたんですか。探しましたよ。ヨザック、どうかしたのか？狙い通り上々の目立ちっぷりでしたよ。会場中の視線を独り占めって感じだ。これならきっと誘拐団も目をつけてますよ。だから陛下、一人でうろうろするのはなるべくやめてください。そうだな、わかった。って言いたいとこなんですけどね。え？陛下の安全を考えるならそう言うべきです。一人になるなって。けど誘拐団をさっさとぶっ潰しちまいたいってのも正直なところだ。難しいとこっすね。ヨザック。ああ、もちろん。こんなふざけた俺の言葉なんか聞き流してもらって構いませんよ。それが当然なんだから。危険を承知で一人になってくれなんて薄情にも程がありますねえ。わかってる。好きでそんなこと言ってんじゃないってことは。そうでもしなきゃ捕まえらんない相手なんだろ。おとりになった時から多少の危険は覚悟の上さ。それにヨザックだってそれなりの自信があって言ってるんだろ。なら俺は信じるよ。信頼していただけて光栄の極みっすね。ええ、もしもって時には命に代えても守りますから。坊ちゃんに何かあったら国が傾いちゃうしね。それじゃ俺も気をつけないとな。約束ですよ。じゃ、はいこれ。なんだこれ？小石。ただの気休めです。何かあったらそれを落としていってくださいね。なんて。なるほど。ヘンゼルとグレーテルか。それじゃあ陛下、俺はこれで。くれぐれも注意しといてくださいよ。って言ってるそばからもう置き去りじゃん。さっさと潰したいか。でもこれ実際に使えんのかな？ジェニファー殿。うわ！なんだグエンダルかって。あれコンラッドのやつまだ話してない？さっきはすまなかった。あんな形で。ってことは俺もまだバラさない方がいいのかな。だが今度こそ二人きりで話がしたい。誰の邪魔も入らない場所で。はい。場外の森の中に泉がある。そこまで出向いてはくれないか。
泉ですか？城の裏側だ。入ってしばらく進むと少し開けた場所に出る。そこに泉が湧き出ている。城の裏側。頼んだぞ。待って待って、そういうとこに行くのはちょっとさ。待っている。あ、行っちゃったよ。どうすんだ？なんか変なことになってきたぞ。どうすっかな。勝手に動いちゃやっぱまずいか。もしお嬢さん。シュトッフェル。そうあなたです。いやーお探ししましたよ。何かご用でしょうか？実は先ほどあなたのお相手の方から手紙を預かりましてな。急ぎあなたに渡してほしいと。手紙？ええ、そうですとも。これです。はあ。いやー幸運な方だ。それもこれほどお美しければ当然でしょうが。では確かにお渡ししましたよ。幸運ってなんだ一体。とにかく読んでみるか。南松森。南の森の老木の下で待っていますかな。多分これで合ってる。でもこれどうやってもコンラッドの書いた字には見えないよな。でももしかすると部下に書かせた手紙かもしれないし。どうしよう。とりあえず行ってみるか。何か急ぎの用事だったら大変だ。よし、南の老木へ行こう。この辺りだよな多分。それにしてもドレスって本当に動きにくいな。着替えてくればよかったかも。ここだよな。いい感じに置いた木もあるし。コンラッド、どこだ？どっか隠れてんのか？そうだ、よくわかったな。まさか本当に気があるとはな。思った通りだぜ。まさかこいつら。しかし今回は楽な仕事だぜ。あんな手紙一つでのこのことそっちから来てくれるんだからよ。まったくだぜ。間抜けで助かったってもんだ。ってことはこの手紙はお前たちが？他に誰がいるんだよ。ほら観念しな。くそ、なんでそんな手紙シュトッフェルが持ってくんだよ。けど俺も俺だ。のこのこ誘拐団に呼び出されるなんて、これじゃ計画がパーじゃん。どうする？誰にも言わずに来ちゃったし、このままじゃ。ブツブツ言ってないで面見せてみろ。これ冗談まだ。今までで一番の値がつくんじゃねえか。やっぱこっちの世界の連中の美的感覚ってどうかと思うけど、それ以前に女の子さらって売り飛ばしちゃうような奴らにどうこう言われたくはないね。ああ、なんださっきから聞いてる。見た目の割にやけに口の悪い女だな。関係ねえよ。それよりさっさと捕まえちまえ。無駄にできる時間はねえ。ほらお嬢ちゃん、おとなしくしな。こいつちょこまかするんじゃねえ。くそ、どうする？この人数にこのドレスで一体。そうだ、ヨザックにもらったこれ。手間かけさせんじゃねえ。このいって今だ。逃がすか。元気がいいな嬢ちゃん。結構効いたぜ今の。俺らでなけりゃ逃げられたかもしんねえな。全然聞いてない。こいつら。陛下、無事ですか？コンラッド。やっちまえ。ユリ、木の陰に頭を低くしていて。こいつただものじゃねえな。おい、
あコナント。で陛下、ご無事ですか？コナント。奴らに何かされませんでしたか？うん。でも、どうしてここが？あなたが一人で森に入っていくのが見えたから、気になって追いかけたんです。光る小石が目印になってよかった。あ、何かあった時のためにって、ヨザックが。陛下に余計なことを吹き込んだのはヨザックですか？怪我はしてませんか？ないよ。ありがとう。いえ、無事ならいいんです。それに、ヨザックは悪くない。むしろ助けられたよ。俺が勝手に判断して、ここに来たから。わかりました。立てますか？あれ。どこか怪我を？さっき走った時、ちょっとやっちゃったかも。けど大丈夫。そんなに痛くないよ。肩を貸しましょう。すぐそこまで応援が来ています。捕まれますか？うん。サンキュー。ああ、陛下。ご無事で何より。一体どこへさらわれたのかと思いました。ヨザック、ごめん。俺、まんまとこいつらに誘い出されちゃって。まあ、陛下はご無事だったんだし、終わり良ければ全てよしです。だが、終わりにはまだちょいと早い。こいつらは誘拐の実行部隊でね、頭は別にいる。そいつを捕まえんことには、祝杯というわけにはいきません。リーダー格が、まだどこかに。そうだ、シュトッフェル。あいつが手紙を持ってきたんだよ。誘拐団からの。なあ、これってどういうことだ？まさか。そっちも今手の者が調査中です。遠からず知らせが来るでしょう。それじゃあ俺は、ちょっと向こうで尋問かけてきますよ。陛下が体張ってくださったんだ。有効な情報を聞き出してやんなくちゃね。あ、頼む。尋問？そうですよ。出ないと本拠地がわかりませんからね。苦しまないようにさっさと済ませてきますよ。と言っても、奴らの態度次第ですが。ヨザック。危険な目にあったってのに、そんな顔しないでくださいよ。相変わらず坊ちゃんは甘いな。ヨザック。へいへい。ま、そういうとこ嫌いじゃないですよ。さあ、立ってもらおうか。何も喋らんぞ。あら、別にそれでもいいけどね。どうなるかは保証できないわよん。何？ふふふ、いい子ね。さあ、行くわよ。やだ！やだー！穏便っちゃ穏便だけど、ある意味拷問かもな。ただいま帰りましたよ。あ、どうだった？ああ、そりゃもう、効果てきめん。奴らあっさりゲロっちまいましたよ。あんまり手応えがなくて、逆に面白くなかったですね。それで場所は？分かったのか？まあ、そう慌てなさんなって。アジトを攻撃するのはいいですが、全員でそこに行くわけにもいかないでしょ。それにもう一つ、大事なことを忘れてやいませんか？大事なこと？誘拐団に協力しているという貴族の討伐です。その貴族の援助がなければ、誘拐団もここまで大きくはならなかったでしょう。そういえば。とりあえず、隊長か俺かがどっちかに乗り込まないわけにはいかないでしょう。城の守りも考えると、一人は残ってほしいところですね。そうだな。ところで、陛下はどうします？そりゃ行きたいよ。どうせ乗りかかった船なんだし、最後まで見届けたいって。そう言うと思いましたよ。わかりました。それじゃあ、一緒に行ってもいいのか？はい。その代わり、誰かと必ず一緒に動いてください。わかった。約束するよ。それでは、誰と行動を共にするかですが。俺、コンラッドについていくよ。アジトに乗り込むんだろ？陛下がそうしたいなら、アジトへ行きましょう。それじゃ、
貴族の討伐と城の警備は任せる。了解です。俺らにお任せあれ。ああ、そうだ、陛下。その格好じゃおつらいでしょうから、グリエから愛のこもった着替えを差し上げます。はい、これ。あ、うん。わあ、いつもの学ランじゃん。サンキュー、グリエちゃん。まだあるのよ。ほら。靴まで？うひゃー、4次元ポケットみたいだな。すごいや。それがあれば100人力でしょ、陛下。ああ、ものすごく助かった。ありがとうな、グリエちゃん。陛下のためならどうってことありませんよ。それじゃ、行くとしますか。で、結局そのアジトってどんなとこなんだ？海岸の崖の近くにもう使われていない砦があるんです。そこを根城にしているようですね。古いとはいえもともと砦だったので使い勝手はいいのでしょう。そっか。坊ちゃん、そろそろ着きますよ。準備はいいですか？うん、大丈夫。ああ、陛下、見えてきましたよ。え、どこ？あそこに見えるのが奴らのアジトです。あそこか。かなり崖ギリギリに立ってるんだな。というより一体化してる感じ？崖の一部を利用して作った砦のようです。気づかれない近づき方といったら空からしかないでしょう。地面は砂地で、しかも細かい砂だから足を取られがちになる。下は砂なんだな。どうやって攻めるかか。陛下ならどうしますか？俺？そうだな、別の方法を考えるよ。他の2つよりはいけそうなやつ。例えば何です？水攻めとか兵糧攻めとか。なるほどね。なんだよコンラッド、やけに余裕じゃん。もしかして何か作戦でもあんの？見ていればわかりますよ。見ていればってどこ？ああ、あれじゃないんですかね。あれって、え？あれ、今砦が、砦が沈んでく？なんで？ああ、よかった、間に合ったか。これってもしかしてコンラッドの作戦？はい、ライアンに砂熊部隊を派遣させていたんです。地面が崩れて砦が砂に埋まってしまえば中にはいられなくなるでしょ。うわぁ、大胆な発想だな。さすが実戦のエキスパートって感じ。ありがとうございます。伊達に長生きしてませんからね。さあ、砦から人さらいたちが出てくる前に早いとこ下っちまいましょうや、坊ちゃん。あ、うわ、近くで見るとさらにすごい迫力だな。だいぶ埋まってきましたね。陛下、ここから先は俺たちの後ろにいてください。おっと、出てきましたよ。あとは夜桜を中心に敵を包囲するように動け。いいな。はっ、陛下もいいですか？行きますよ。はっ、包囲しろ。くそ。あれはコンラッド、あれはルイビノン。捕まったんじゃなかったのか？脱走を図ったようですね。なるほど、彼が裏で糸を引いていたわけか。つまり悪玉登場ってことですか？どうやらそうらしい。行くぞ、夜桜。はいよ。早く走れ。おっと、親玉さん、ちょっと待ってもらおうか。くそ。そこまでだ。人質を離して投降しろ。さっぱりポンと笑えませんな。人質がどうなってもいいというんですかな。さあどうします？条件は何だ？陛下。
話が分かりやすくて船の用意ですよ。おっと、その前に皆さんに馬を降りてもらいましょう。わかった。これでいいだろ隊長まで。ヨザック、みんなも頼む。わかりましたよ。その馬を置いて後ろに歩きなさい。それであとは船を用意するだけってか？そう、あとは船だけだ。さっくりポンと用意しなさい。陛下。わかった。坊ちゃん、頼む、みんな。俺は誰も傷つけたくない。はいはい。まあそうなると思ってましたよ。船を用意すりゃいいんですね。俺はあんまりおすすめしませんが。ヨザック。いいんだ。ヨザック、ごめん。頼む。はいよ。ちょっくら船の調達に行ってきますから、勝手に追っ始めないでいてくださいよ。人質に乱暴な真似はすんなよ。それだけ守ってくれればいい。約束しましょう。陛下、別動隊の船を借りてきましたよ。ありがとな。ほら、使えよ。ふん、さっくりポンと乗りなさい。へい、お前たちも乗るんだ。出発しますよ。さあ漕ぎなさい。遅い、早く漕ぐんです。まだ遅い。何をしている。ダメです、船が重すぎます。くそ、邪魔だ。ああ、やっぱり。ヨザク。だって分かりきっていたことでしょうよ。助けてください。黙れ。お前も飛び降りなさい。すっかりポンと。早く。だって約束は守っただろ。あいつはそういうやつですよ。それは最初から分かっていたはずです。俺が船を渡したからか。違います、陛下。でもその通り。グダグダ言うなら最初から中途半端に要求を聞かなきゃよかったんですよ。ヨザック、いい加減に。陛下、奴らが去ったらすぐに助けに向かわせますから。くそ、何もできないなんて。女の子が海に落とされてるのに。いつもそうだ。おや、空気が。陛下、まさか。なんだ。ひとたび悪事を暴かれて改心したかと思うたが、懲りもせずまたも不埒な悪行三昧。女子供をさらっておいて我が身可愛さに見捨てるその身勝手さ。その上己だけ逃げ延びようなどとは肩払いたいわ。早く漕げ。船を漕ぎなさい。ほう、まだ逃げられると思うか。なんだ、一体何が。これはまた大規模ですね。まさかこんなものが作ってしまう。これは一体何としたこと。今だ、人質たちを早く。はっ。
もはや逃がさぬ。ルイ・ヴィロン。命を奪うことは本意ではないが、やむを得ぬ。主を切る成敗。今度こそ少年を改め罪を償え。人のためになることをすると誓い、以後よくよく改心いたせ。これにて一件落着。お疲れ様でした。どうやらこれで誘拐団は壊滅のようですね。ごめん。まだ帰れずないんだ。何を寝ぼけたことを言っている。いい加減に起きろ、このヘナチョコ。ボルフラム、あまり布団を叩くな。埃が舞う。まだお疲れなんでしょう。もう少しゆっくりと寝かせて差し上げなさい。うるさい。こいつがあまりにも起きないからだな。まあいい。私はそろそろ執務に戻る。そいつが起きたら誰か使いをよこせ。わかった。でも起きた時にここにいないと陛下が心配するんじゃないか。要するに今こいつが起きればいいんだろ。ほらユーリ、起きろ。あれ、俺今やっと起きたか、この寝ぼすけめ。ボルフラム、それにコンラッド。陛下、どこか痛いところは？うん、大丈夫だけど。話は聞いたぞ。まったく僕に内緒でこんな無茶なことに首を突っ込んでいたとはな。私もう胸が潰れる心地でございました。私の知らないところでおとりなどとせめて一言おっしゃってくれていれば。みんなごめん、心配かけて。でも俺いつものように大きな魔術を使って力尽きたんですよ。覚えてますか？ああ、そうだ、確か。あ、どうした？人質の皆さんは無事だった？はい、陛下のおかげで全員無事だったとのことです。皆陛下に深く感謝しておりましたよ。そっか、よかった。お前はまた他人の心配ばかり。いい加減自分の心配でもしたらどうだ。ああ、そんなに怒るなよ、ボルフラム。お前も少しは自重しろ。分かってるよ。でも気がついたらやっちゃってるんだよな。今後は自分の精神を抑えることも勉学のうちに入れなければならんようだな。はーい。あ、来たかな。失礼しますよ、陛下。失礼、ユーリ殿。お加減はいかがですかな？ヒスクライフさん。うん、もう大丈夫。それはよかった。そんじゃ坊ちゃん、まだ寝てらっしゃるところ悪いんですが、事件の報告に耳を貸してください。まずは誘拐団に協力していた魔族の貴族を捕らえました。処分はまだ決定してませんが、何らかの処罰が下されると思います。それとルイ・ヴィロンなんですが、彼は改めて監獄に送りましたよ。もう二度と逃亡は不可能でしょう。今回さらに罪を重ねましたからな。生きているうちに出ることは難しいでしょうね。そっか。ああ、それとシュトッフェルですが。シュトッフェル？何かしたのか？ああ、はい。彼は誘拐に加担していたんです。やっぱり？相手が誘拐団だということは知らなかったようですが、つまり体よく利用されたんです。去る高貴な身分の方が愛人を探しているという彼らの出任せを信じ込んで、言われるまま晩餐会に参加していた美しい女性に手紙を渡していたんですよ。はあ？なんだよそりゃ。まったく、どんな口車に乗せられたんだか。
しかし騙されていたとはいえ見過ごされる事態ではありません。あの者にはじっくり反省してもらわなければ。なるほどね。だから晩餐会で女装した俺に手紙を。何？だからそうやって人から物を受け取りすぎるなとあれほど言われていただろう。ごめんって。まあまあ閣下。それで被害に遭った者たちには慰謝料や見舞い金を全額シュトッフェルが保証することになりましたよ。そっか。俺が寝てる間に色々あったんだな。ごめん。とにかく陛下がご無事でよかった。うん、ありがとう。みんなも。そうして誘拐団の事件は解決した。俺はまたすごい魔術を使ったみたいなんだけど、やっぱり覚えてないんだよな。まだまだ課題は山積みみたいだけど、とりあえずは一件落着かな。やっぱ男の格好はいいな。楽だしスースーしないし動きやすいし。一丁このままジョギングでもしてこよっかな。はい空いてるよ。あれ、なんだかご機嫌ですね。コンラッドか。いやスカートを気にせず動けるって素晴らしいって思ってさ、男気分を満喫してたとこ。おや、それじゃよした方がいいのかな。何の話っていうか、その山のような手紙何？一応有利宛てです、全部。なんか知らない人からばっかだけど、本当に俺宛て？先日の晩餐会にいたあの美少女は誰だって巷では大騒ぎで、どこからか彼女がこの城のものだという噂が流れ始めたら、大量の手紙が送られてくるようになったんですよ。それってつまりラブレター？すごいですね、ユーリ。女の子でも大人気だ。冗談じゃない。大体俺は男だってば。送ってくれたやつには悪いけど、それ全部送り返してくれ。宛先に尋ね当たらないって。おや、もったいない。せっかくのラブコールなのに。よかったじゃないですか、こんなに愛されて。勘弁してよコンラッド。それに俺にはもう心配したり叱ってくれたりするやつがいるだろ。だからいい。そうですね。涙
これで今日のノルマ完了と。あっち。やっぱりここだと思った。コンラッド。精が出ますね。毎日走り込みなんて。結構タイム上がったよ。ほら、見て。本当だ。今度競争しましょうか。いいね。それで何？俺を探しに来たんじゃなくて？これを見せようと思って。これ、キャッチャーミット？見よう見まねで作ってみたんですが、どうです？形はちょっと違うけど、でも、いい感じ。球は取れそうだよ。コンラッドが作ったって、本当に？皮が硬くてね、左手が傷だらけです。でも、右なら大丈夫。ほら。ボールまで。ちょっと鳴らしてみませんか？いいけど、でもなんで、急にこんな。陛下、ずっと頑張ってましたからね。たまにはいいでしょ？そっか。よし。オッケー。いいよ。行きますよ、ユーリ。よし、来い。